い、カレンです。はい、今回の動画はいつも通り、シュプリームのね、発売前ということなので、FW23 ウィーク3、3週目のドロップリストの予習をやっていきたいと思います。ということで、ウィーク2のね、ダークの動画なんですけど、結構いろんな方に見ていただいて、好評だったので、はい、見ていただいた方ありがとうございました。今週はまあね、ちょっと落ち着くんですけれども、てかさ、先週のダーク日本やばくなかったですか？私もさ、久しぶりに日本の情報が気になって、いろんなね、情報を探ったんですけど、えぐいですね、あれは。もうアメリカだったらあんな風に並んではあるけれども、あんなでも綺麗に並んでないから、絶対喧嘩起きるし、でも日本の方は結構みんな忍耐力があるかわかんないんですけど、綺麗にある程度並んでいたので、しかもすごかったですよね。なかなか入店できなくて、夕方まで粘って、そこからまたスタートっていうことで、かなりね、暑い中頑張った方が多かったんじゃないでしょうか。オンラインの方も意外とハイの方だったら買えたっていうコメントもあったので、手に入れた方おめでとうございます。今週はね、先週買えなかった方も切り替えて、はい、欲しいもの一緒に探していきましょう。はい。では今週ウィーク3、3週目のドロップリストを見ていきましょう。今週はね、とりあえずコラボ集ということで、皆さんいろいろ見てると思うんですけれど、MF Doom コラボということです。私は詳しくないんですけれども、ちょっと調べた感じだと、ニューヨーク拠点で、はい、活動してた方で、2020年に亡くなられたということで、多分これはニューヨーク受けがいいかと思います。日本よりはやっぱ海外受けの方がいいんじゃないかなって思います。すいません。ちょっとね、最近ね、私いろいろ忙しくて、ちょっと今週全然調べてなくて、ささっといつも通り見ていくという感じになります。コラボアイテムのね、こちら MF Doom コラボは、個人的にはちょっと気になってないっていうのもあって、全然調べてないんですけれども、このコラボよりも、私的には、前々から、プレビューの方でも話してた、ピンズがめっちゃついたね、ベストとバケハが気になるので、そっちの方をちょっと重点的に見ていきたいかなと思います。なんですけれども、このね、はい、もちろんこのシュプリームコミュニティさんを見て、はい、いつも通り行くんですけれども、一番人気のこのエレクトリックファン、これさ、結構高いなと思って、100ドル以上するかなと思って78なんだよね。意外とちっちゃいんだなと思って、サイズを見るとね、すごい大きいってわけでもなくて、78ドルだったら手軽でいいんじゃないと思って、私結構使います、これは。寝るとき使います。アメリカの方はね、家によっても1個ピッて押したら、家全体が寒くなるやつがあるんで、それをつけちゃうとさ、もうすっごい寒いわけよ。全然あんまり日本ほど調節が効かないっていうお家もあるんで、そういうタイプなんですよね、今住んでるところが。なので、結構ファンを使うので、これいいんじゃないかなと思ったけども、これも実際見てみたい。78だったら、手頃だね。なんかバッグみたいなのもついてんじゃん。見てみて。ほら。ちゃんとしまいますって。カーキもあるけど、赤かなって感じですかね。で、次は、MF ヌームティーです。私なんかこの気にならないとは言ってたんだけどさ、後ろは結構かっこいいね。結構前のプリントだけなくて、バックプリントもがっつり書いてる T シャツは個人的に嬉しいです。あと、色合いですね。個人的にここパープルとか可愛いんじゃないかなと思いましたし、あとね、このグリーンですね。グリーンが結構絶妙で色合いが可愛いです。気にならないとは言ったんですけども、色が気になる。私は。このグリーンがいいかなと思っちゃった。可愛いよね。デザイン的に悪くはないけど、フロントが、そっか、マスクのやつにちょっとナイフっぽいのがあって、ここで MF ドゥームって書いてある。シンプルでもう後ろも結構ごちゃごちゃしてるから、フロントはこんな感じでシンプルでいいよね。48。ぼちぼちですね。で、これとフーディーは、パープルは入ってなくて黒、ちょっとグリーンだけど、ちょっと深緑っぽい感じか。落ち着いてていいですね。で、後ろはT シャツと同じデザイン。どっち選ぶかなっていう感じですね。168ドル。そっか。私の中ではさ、もうフーディー158って思ってるけどさ、高いよね、168だと。で、B2 でございます。B2 は刺繍ですね。刺繍で、
リーブのとこにシュプリームって書いてて、こういう横に MF ドゥームと書いてある。悪くはないね。40ドル。40ドルか。あれコラボものの B2 って40したっけ？ 40 ドルだっけ？ 36 とかそんな記憶だった。で、次が、はい。ビーンズクラッシャー、これですよ。私がちょっと気になってたビーンズですよね。このビーンズなんですけども、ベストもあって、ベストはちょっと高いのかな。でね、ピンズある分値段高くなるんですけども、よく見てもらったらわかるんだけど、ピンズっていつもさ、バチッて止めるタイプじゃん。あれって私結構経験上すぐ取れちゃうイメージがあって、なんかバッグとかつけてたんだけど、この後ろ側でポロって取れちゃうんだよね。でもこれはさ、ピッて安全ピンタイプな感じですよね。なのでこっちの方がもしかしたら取りづらい。まあちょっとお値段はするけれども、ピンでさ、一個一個集めると結構大変じゃん。で、これをね、買っちゃえばね、ここをね、まあ最近の超レアっていうか、まあ手に入んなかったピンズも手に入るし、ってかこれやばくない？これとかも欲しいもん、ここも欲しいもん。これとか覚えてる、これもあったよね。これとか無料でもらったもん。なんかオンラインオーダーで入ってたんだよね。しかもさ、これやばくない？ペニーパンベアちゃんもあるし、これよ。これなんですよ、これ。ここのピンズ、これ。これだよ。このさ、10のやつのピンズ、これ欲しかったよ。なかったよね、販売ね。しかもこれもいいね。そうだよ。これを持ってるものもあるんだけれども、圧倒的に持ってないものが多いので、これは欲しい。これ懐かしいね。1A ハンドレッドシュプリーム、これは懐かしいね。B2 もあったね。B さんが確か B2 持ってるわ。まあここら辺は、いいね。な感じで。これも懐かしい。もう話したらキリがないけど、これはまあ、値段は高いけど198ドルだけれども、買う価値はあるかと思います。私狙うなら、まあ、バケハ私好きなんですよ。いつもいろいろ被ってると思うけど、はい、気づきな方もいると思うんですけれども、ブラックとかこのデニムは持ってるんだけどもね、色的に。このベージュは持ってないか買うならベージュかな。で、次はクラシックロゴ。これ結構いいんじゃないかなと思ってて、クラシックロゴは定番だしね。こう久しぶりにすごいクラシックロゴでピッてでかくない？しかもこれは、プリントじゃなくて、ちゃんと刺繍でございます。昔さ、こういう感じでもうがっつりクラシックロゴでシュプリームニューヨークって書いてなんかフーディーもあったよね。それ結構 B さんが愛用してきてたけどさ、もうこれ悪くはないね。クラシックロゴはね、ある程度好きな人がいると思うので、これは結構人気が出るんじゃないかなって思います。グリーンなんか蛍光っぽくて綺麗ですね。さっきもグリーン気になっちゃったけど。で、次が S ロゴのジップアップです。S ロゴはいつもフーディーなんですけども、今回はジップアップできたということで、ジップアップいいんじゃないでしょうか。最近女の子でもジップアップとかにカーゴパンツとかちょっとダボい感じで合わせてる子がいいよね。後ろはどう後ろなんかデザインあったっけ？なんかそんな気がしたけど、あれ違う？あれあれれれれあれれれれれこれどうだっけ？ S だけかな？あれそうか。感じ？なんか私の記憶だと、ここだけについてるのかな？ちょっとわかんないけど。まあいつも S ロゴ、まあフーディーもね、もう出過ぎて飽きちゃったから、まあ今回ジップアップでもっていうことは購入してもいいんじゃないでしょうか。まあ久しぶりにね、何もデザインがついてないシンプル S ですからね。これはありかと思う。なんか S でもさ、ちょっと色が変わってるツートーンのやつとかもあったけど、今回は本当にシンプルです。で、次がこれですよ。どうですか？またジャージ系が来るけれどさ、これはね、個人的にパスですかね。アラビックだったらよかったんですけど、ヘブライ語は私あまり好きではないので、はい、パスかな。あまりなんだろう、あまり興味がないね、感じです。はい、まあでも結構いいねついてるね、642。で、次 S ロゴ、これか、このジップアップとセットで S ロゴのもうシンプルな、いいじゃん。前さ、私の記憶だとこういう S ロゴの B に買った時はなんかこのデビでついたやつ買ったかな。
これはいいよね。まあちょっとまだ暑いけどさ、もう先に今年の B2 を買っちゃうっていうね。ちょっと待ってね。そう。でさ、ほら、ここ後ろにロゴがついてますよ。ロゴですよ、ロゴ。まあ、これは外れないと思う。値段も安いですよ。40でしょ。うん、丸く 40？ 前36じゃなかった？ 38？ 上がった？うん。まあ、これ、まあ、ジップアップだとちょっとお値段しちゃうから、まあ、B2 でもいいかもね。で、次がニット。ニットのカーディガンは、前私なんか黒の買ったね。ごめん、ちょっと音がうるさい。黒のカーディガンを買って、モヘアのやつか。あれをね、結構買ってよかったんだけども、これ、今回のは、なんかもっと網み感があって、可愛いね。可愛らしい。可愛い。色的にはどっちも好きなんだけれども、薄い色の方が好きかな。そう。ボタンも、可愛いね。ちょっと、おばあちゃんのニットみたいな感じするけど、個人的には好き。ニットはね、オーバーサイズじゃなくて、本当にジャストで着た方がかっこいいので、これは皆さんオーバーサイズじゃなくて、ちょっとジャストな、ぴったりくるサイズで選んだ方がいいかなと思います。値段も198。ニット系はシュプリームの中でも結構、在庫数は少ない傾向があるので、はい。買っといてもいいかもね。気になってる方は早めに買った方がいいと思います。売り切れる可能性ありますね、次。で、次がさっきのクラッシャーのベストでございます。ベスト。まあ、クラッシャーで198ドルするから、まあ、ベストでも悪くないよね。ベストだとすごいね。こんなしっかり見えるね。すごいね。こう見るとすごいいろんなのあるね。でさ、ベストだと388ドル。まあ、日本円だと結構お値段がしますね。どうしよう。でも、いいねが499、216か、ワットが。まあ、ちょっとあれかな。ちょっとやっぱ値段するから、あれって思ってる方多いのかな。はい、ちょっとインスタグラムの方でシュプリームドロップさんの方を見てます。で、この今回発売されるベストとバケハのピンズですね。その詳細が載ってるのでちょっと見ていきましょう。見てすごくない？もう年代別にちゃんと書いてくれてます。ぜひね、ちょっと5日前ぐらいに出てる、はい、ポストなんですけれども、チェックしてみてください。なんかこれ、あれかな？もしかしたら発売されなかったとか、それつく。なんか、チェックが入ってるね。すごい。そう思ったら、2010年とか結構前のやつが入ってますね。まあ最近のも多いんだけども、中には結構前のも入ってますね。この足のやつもあったね。かわいいよね。この2017年のなんか、ラッパみたいな感じの形のやつ。それね、当時買えばよかったってちょっと後悔したから、今回これ出てくるの嬉しいし、これ、2015年のこのキャットのやつですね。これ、ちょっと結構気になってたから嬉しい。これ見るといいですね。しっかり見れます。ぜひね、チェックしてみてください。では次ですが、こちらのスモーボックスのショートスリーブトップ。前もこんな感じの出たよね。同じ色で。真ん中にシュプリームってついてるの。ちょっと似た感じなのかな。色は6色展開。まあ、こっちよりはクラシックロゴの方がいいんじゃないかなと思うけどね。で、次がヘブライ語のニューエラ。すごいね。がっつり前に来てるね。で、横は、すごい。こういう感じが前もあったよね。この年代がバーって書いてるの。その時はもっと後ろにバーって書いて、なんか、すごいなんか、私なんかすごい密集してたからちょっとと思ったけど、こんな感じでやっぱり横についてるぐらいがちょうどいいね。で、後ろにシュプリームのロゴがついてるという感じですかね。ニューエラはね、まあね、一時期に比べて、まあちょっと、人気落ちてきちゃってるけれども、まあここにがっつりシュプリームってロゴがあってもうシュプリームですって感じがするけど、まあヘブライ語だったらこれだったらまあいろんなのに合わせるんじゃないかなって思います。結局さ、シュプリーム着る時もさ、もうロゴってなるとちょっとトゥーマッチすぎるから、もうこれぐらいで、まあ帽子はこんな感じでこうヘブライ語のこれをかぶるじゃん。まあ下にちょっとボックスロゴとか着てもそこまでだと、これぐらいだったらまあいろいろ着回せるんじゃないかなと思うかな。で、次が
もうウールなの？ウールのジャケットが来ちゃうの？暑いね。中しかもファーじゃん。すごいね。これめっちゃモコモコのやつじゃないですか。へえ、チェックで。なんかこういう感じのさ、チェック具合のさ、ネルシャツとか出てほしいよねって思っちゃった。ウールだけど、ウールだけど、まあなんかファーだけ、フォックスファーだけど、バークジャケット。そういうことか。238安くない？意外と安いですね、これは。で、カーゴパンツが来ると。カーゴパンツは、ポケットが4箇所タイプか。個人的にはこう1箇所1箇所で合計2箇所タイプが好きなんだけど、もう悪くはないっちゃ悪くはない。前のさ、シーズンのセールでカーゴのショーツを買ったんだけど、結構 B さんが履いてて履きやすいとは言ったので、まあ1本ね、カーゴパンツ持っててもいいよね、シュプリームのね。B さんはね、他の何年前か2年前とかそれぐらいに買ったカーゴパンツ持ってるね、シュプリームの。結構履いてます。で、次はスモールボックスのシャツ。スモールボックスのシャツは毎回結構人気で、特に一番人気なのがデニムです。デニムを狙ってる方は、これはもうね、絶対セールに行かないから買っちゃっていいと思います。はい、いいと思う。ここら辺はセール行きづらいんじゃないかな。特にデニム、ここの、ブラウンも結構可愛いね。意外とさらってなくなっちゃうんで、数はそこまで多くない。128ドルだもんね。アメリカでも。だからまだ日本円にしてもまだまだリーズナブルなシャツだよね。スモールボックスでね。そう、デニム。毎回デニムは人気なんですよ。ニューヨーク行った時もね、結構買ってる方いたね。そう。で、次が、グロスリップストップキャンプキャップ。これはちょっとテカってる感じのキャンプキャップ。へえ。テカテカキャンプキャップ。ブラック4色だね。こんな感じですね。まあこのキャンプキャップよりだったらコラボのビーに買ってもいいんじゃないかなと思います。今回はこれぐらいなんですね。上上がっていきましょうか。こんな感じで点数的にはそこまで多くないですね。立ち上げが結構多かったんでね、お話ししたイメージがあるんですけども、これぐらいでちょうどいいよね。たくさんあっても無駄遣いしちゃうだけだしっていう感じなんですけれども、まあこんな感じでございます。はい、皆さんいかがだったでしょうか？欲しいもの見つかりましたか？個人的には今週ちょっとね、オンラインの方でピンズついたね、バケハ欲しいかなと思ったんですけど、結構お値段がするので、もしちょっと店舗に行くかはまだ決まってないんですけど、店舗に行って実際見てよかったら購入しようかなと思ってます。ピンズの数が多いので値段は上がるんですけれども、ベストもこのバケハも、ピンズ代を考えたらちょっとお得感はあるかなって思います。あとはコラボものですね。あれは欲しい人買おうかなっていう感じなんですけど、意外とニューヨークの方とかだったら反応いいんじゃないかなと思います。ロサンゼルスですね、やっぱりちょっとここ最近っていうかもう戻ってきて思うんですけども、ニューヨークほど意外と服がすごい入手困難っていうわけでもないんですよね。コラボものとかもあんまりニューヨークってすごいもうみんな毎週お洋服買ってみたいな、もうファッションにお金かけるっていう感じなんですけども、ロサンゼルスってあんまりそういう感じがないので、手に入りづらいとかはないんじゃないかなって店舗の方はちょっと予想されます。日本の方はちょっとどうかわかんないんですけども、ぜひね、アメリカの販売状況とか参考にしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいともチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。じゃあね、バイ。